来ちゃったよ。すごく気持ちのいいところ。こんにちは、はみ肉チャンネルです。小安峡から泥湯温泉に向かう県道51号線の脇に偶然こんな絶景を見つけました。後で調べたらとことん山キャンプ場と同じ系列の温泉付きキャンプ場でしたが、震災で温泉が止まりキャンプ場も営業してないとのこと。通りで景色がいいわけです。トイレもあり整備されているのでピクニックや車中泊には穴場かも。前回は岩手県一関から小安峡までを紹介しました。今回は小安峡から南西に下り山形方面に向かいます。とりあえず泥湯温泉へ。盆地山園地。県道310号線に入ると気持ちのいい山道。こうやってくれてるからちゃんと通れるんだよな、いつも。秋田と宮城の県境近く、上室山地の北麓に湧く古くからの湯治場。山間部の谷間に明治時代創業の小倉旅館、奥山旅館の2軒があり、かつては宝明荘、中山荘という宿もあったそう。2005年12月に硫化水素ガス中毒が発生したため、温泉地内に立ち入り禁止区域が設定されています。開湯は1200年前とされ、江戸時代頃には安楽泉と呼ばれる湯治場となり、1680年には宿屋が開設しました。昔来た時には硫黄が噴き出る岩場があったんですが、やはり事故の影響で埋めたんでしょうか。目的地は左側です。お疲れ様でした。奥山旅館には以前お邪魔したので、今日は小倉旅館に行ってみます。大人500円。どこから入るんでしょう。料金はこちらに支払い、風呂は後ろの棟にあるそうです。ドアに鍵がかかってません。もしかしたら中で掃除とかしてるかも。すいません。現在は宿泊の対応はしておらず、日帰り入浴のみの営業です。いいお風呂、入りたいけど誰も見つかりません。誰もいない。人を守る会。日本人を守る会会員の奥山旅館さん。古民家風の建物の外観にモダンな内装。場所は不便ですが家族で安心して宿泊できる宿です。ここはお風呂が最高です。白濁した強酸性の湯は源泉かけ流し、特に大露天風呂の景色がいいですね。すいません。日帰り入浴ってやってらっしゃいますか？じゃあ、一人お休み。お休みですか？ここは休み。すいません。申し訳ない。今日は休みの日。今日は休みでした。人が多いんだな。残念。次回またチャレンジさせていただきます。泥湯に別れを告げて秋宮温泉郷に向かいます。そこではお風呂に入れるでしょうか。県道310号を下っていくと河原地獄の横を通過します。この向こうに滝壺が温泉になってるところがあります。前に行きましたけども、今日は行きません。結構大変でした。でも結構面白いですね。行くのかな。
すごいね。国道かな。国道108号線に出たところで午前11時半、お腹が空きました。車中泊で旅をしているとろくなものを食べてません。ここは定食か何かきちんと食事をしたいんですが、この辺りに食事ができるところはあるんでしょうか。ありました。理想的な外観、もう美味しそうです。営業中。すいません。営業開始したばかりなのかな。メニューはいい感じですね。じゃあ、焼肉定食、お願いします。ボリュームが。ごちそうさまでした。いい飯屋に会えました。うまかった。和子食堂からすぐ近く、河原のゆっこってなんだろう。ああ、通れなくなったんだ。あ、もしかして行けないのかな。ああ、河原を掘るとお湯が出て足湯を作れるんですね。早速行ってみましょう。先客がいらっしゃるようです。見た目は普通に綺麗な渓流ですが、水に触れると生温かい。ぼーっと見てたらこの方が声をかけてくださっていろいろと教えてくれました。この辺りスコップで掘ると熱いくらいのお湯が湧き出ていい足湯ができます。スコップはさっき通り過ぎてきた小屋で無料で借りられるようです。そしてなんとさっきのまこ食堂、ここまで出前してくれます。ああ、ここで食べればよかった。この方、温泉が好きな方で Facebook の温泉三昧にも投稿されているほど、この辺りのいい温泉を教えてくれました。あ、これ綺麗な。さっき通り過ぎてきた泥湯の東側に秘湯があったそうです。細い山道の先にトロトロのお湯があるそう。体にもガンとかにもきっとかな。せっかくだからいい温泉行った方がいいですね。そうそう。ちゃんとそれ用なんですね。いい情報ありがとうございます。この付近を見て回った後、伺わせていただきます。あんまり看板置いてなくてひっそりやってる感が。でもちゃんとここだって分かるんだっていうのがいいですよね。あ、土日のみだ。およそ300メートル先、目的地は右側です。秋宮温泉郷は今からおよそ1300年前、奈良時代に行儀法師によって発見されたと伝わる古湯。鷹の湯の名は開湯時からのもので、傷ついた鷹がこの湯で傷を治した故事に由来します。初代小山田秀がこの名湯を使って女性ながら湯治宿を開いたのが明治18年のこと。今日は温泉入れない日だな。現在は5代目となる歴史の長い名湯です。うわー、マジか。ここの温泉も入りたかったな。目的地は右側です。お疲れ様でした。ここは愛犬と宿泊できるんですね。次回再度挑戦しましょう。今日はなんだか温泉に入れない日ですね。微笑みの里観音湯に教えていただいた温泉に向かいます。 Google マップでセットして河原毛地獄、泥湯と来た道を戻ります。
地熱発電所の方に左折していくと、そこは行き止まり。仕方なく電話で確認をすると、県道51号から来てくださいとの指示。 Google マップも万能ではありません。だいぶ時間をロスしてしまいました。51号から左折していきます。ここは間違いなく名湯でした。お湯が最高です。しかし宿の歴史などは不明。ウェブでいくら検索しても出てきませんでした。昔は下田温泉と書いてるブログもありましたが、よくわかりません。微笑みの里観音湯、ちゃんと観音様がいるんだからな。すいません。お騒がせしました。どうもさっき電話したものなんです。電話で丁寧に道を教えていただきました。見た目は普通に温泉ですね。入ってびっくり、超トロトロのお湯。私の中では鳴子の新トロの湯が一番でしたが、ここは新トロの湯に匹敵、いや上かもしれません。青く見えるお湯、この青さはたっぷりお湯に含まれたメタケイ酸による冷理拡散という現象によるものだそうです。このお湯には美肌成分のメタケイ酸が 514.3mg も含まれています。一般的に 100mg 以上含まれている温泉が美肌の湯と呼ばれることが多いので、その5倍以上。本当にいいお湯でした。素泊まりしようか真剣に悩んでしまいました。妻と2人の時に今度はお邪魔しようと思います。いやよかったぞここは。さっきの道はこのまっすぐの道。ここが通行止めになってた発電所からの道ですね。ほとんど獣道。来なくてよかったかも。暑いぞ。雨だ。今日は待望の岸楼に宿泊します。その前に教えていただいた温泉へ。国道13号から左に広沢温泉。急に細くなるな。秘境感が増してくるこの道がすごくいい。まっすぐじゃないよな。私のキャラバンでは道幅いっぱい、余裕はありません。あと5分そんなかかるのか。まだ細くなるのか。およそ200メートル先、目的地です。うわうわ厳しいなこの道。細いのもそうですがカーブがきつい。目的地に到着しました。お疲れ様でした。うわすごい。本当に森の中の一本道、その突き当たりに宿が。うわこんなとこあんだな。
怖っ。1905年に先々代が源泉を発見し宿を建設したのが始まり、針一本落としても見えると言われるほど透明な湯が特徴的。窓から眺める緑豊かな自然とともに温泉を楽しむことができます。入れなくてもここに来ただけでもちょっと幸せかも。日露戦争の勝利を記念して日証館と名付け、明治38年に温泉宿を開業。昭和40年に焼失し長く休業していましたが、昭和57年に営業を再開しました。温泉は湧出量毎分86リットルの自噴泉で 100% 源泉かけ流し、澄み切ったきれいな湯は pH9.6 で昔から傷に効くことで知られます。日帰り空いたんだ。大丈夫だな、きっと。すいません。日帰りお願いしたいんですけど。いえいえ、とんでもない。申し訳ないです。電話対応しながらこちらにも対応していただきました。すごく感じのいい方、口コミなどの評判もよく納得でした。お湯は評判通りどこまでも澄んだ透明な湯。ここだ。源泉温度 39.9 度、pH9.6 のアルカリ性単純温泉。お湯に入ると自分の足をレンズを通して見ているかのような不思議な感じがしました。ぬるめのお湯に浸かり、外の景色を眺めていると心が軽くなります。隣にいた家具屋の社長さんも時々ここに来てリセットされるとおっしゃってました。30分以上もおしゃべりさせていただき楽しかったです。ここはついつい長湯してしまういい湯でした。お湯も環境もおかみさんも抜群です。うわー、来ちゃったよ。行き帰りの運転だけは気をつけていきましょう。こっから曲がれるかな。曲がれるかな。よいしょ。曲がれた。よいしょ。きつきつ。気まぐれに立ち寄ってみた温泉施設、大きな複合温泉施設でした。昭和63年2月にオープンした日帰り温泉保養施設。平成12年4月には定員40名の宿泊施設も併設オープンしました。ここで気になったのは温泉ではなく、例えばこの広大な芝生の遊び場。孫を連れてきたら喜びそうです。そしてこの線路、トロッコ列車が走るんです。奥にはコテージとキャンプ場。何でもありますね。ご家族でいかがでしょうか。はみ肉チャンネル。古くから新庄の奥座敷としてにぎわってきた瀬見温泉。ここに到着したのは午後1時ごろ。
岸楼のチェックインまではまだ時間があります。雨も小降りになってきたので少し歩いてみましょう。瀬見温泉街の入り口にかかる亀若大橋。瀬見温泉を発見したとされる源義経のことを同じ亀若という名。平家に追われる義経の妻が逃亡中に産気づき、亀若山の観音堂で出産、弁慶が山を下り、この瀬見温泉を発見し、亀若丸の産湯に使われました。義経が追われている身であることを知ってか知らずか、亀若丸は当初産声を上げなかったそう。その亀若丸が初めて声を上げたのが鳴子だという。鳴子、すなわち子が泣くという意味らしいです。小国川のほとりにある小さな温泉宿、温かいもてなしが評判の宿です。どら焼きとあんずジャムをいただけますか。ホームページからおかみさんのやる気がひしひしと伝わってきます。ホームページの孫六物語を読んで泣いてしまいそうになりました。残念ながら日帰りは未対応のようです。岸楼が見えてきました。今日は天気が悪く動画の映りもいまいちですね。明治、大正、昭和の時代を生き抜いた老舗の姿は本当に美しいですね。以前ここを通りかかってこの建物を見て一目惚れしましたが、日帰り対応は行っておらず、どうしても中を見たくて今回一人で宿泊にやってきました。いよいよチェックインです。前回はここから先へは入れませんでした。ここは大正から昭和期に建設された建物。年季が入ってますが清掃が行き届いています。フロントはおかみさんでしょうか。上品な方でお年を召していらっしゃいますが、しっかりしていらっしゃいます。じゃあ食べてから出るような感じで。はい、ありがとうございます。本館の3階ですね。今回の3階、はい、矢印に沿って本館客室、はい、ちょっと低い矢印ですが、矢印に沿っていきますと本館になります。朝ごはんは夕ごはん、朝ごはんこちらになります。そうですね。写真撮りにこれを。建築の内部はやはり素晴らしい。建築に詳しくはないですが感じるものがあります。これはすぎるな。フロントは別館。ここから明治期に建築された本館に入っていきます。この階段を降りると本館の玄関。私の部屋は3階の角部屋です。なんという名称でしょうか。屋根の部品が飾ってあります。いやー、これは迷うな。明治から増築を繰り返してきた建築は迷路のように入り組んでますが、それが遊園地のアトラクションのようにワクワクします。床はピカピカ。ところどころにある調度品や装飾を見てるとなかなか部屋にたどり着けません。3階から伸びる階段の先に部屋が一つ。特別な部屋か使用されていない場所か気になります。私の部屋はこの突き当たりです。
いい感じ、理想的ですね。シンプルで清潔、細部の装飾も派手ではありませんが見事です。創業は安政年間。もともと宇和島藩の家臣だったご先祖様がこの地に移り住み、湯宿を始めました。本館部分は明治元年、別館の一部は大正年間の建築。建物全体にレトロなムードが漂ってます。木造3階建て、入り母や金属板敷き、玄関は明治時代当初に建てられた唐破風付きの格式ある建物。和風を基調とした中でも丸窓やアーチ風の窓を取り入れた近代和風建築。内部の宿泊室や廊下、階段、玄関、浴室、浴槽など当時の雰囲気が随所に見られます。当時の高級温泉旅館の遺構として貴重な建物の一つで、旅館建築としては山形県最古とされます。屋根の上のやつだよな。これを下っていくと本館の玄関です。こっちが本館の玄関だ。これが見たかったんです。すごい綺麗だな。ため息が出るほど美しいですね。午後6時、ご飯ですよと部屋に電話があり、食堂に向かいます。従業員さんにお客様はこちらへと声をかけられ、なんと一人で個室。なんか豪華ですね。これは贅沢だけど寂しいな。やっぱ2人で来ればよかったな。あいつはこれは殿様の食事だぞ。向こうの食堂で来るんだと思ったら別室なんですね。すごいですね。はい、そういう場合もございますけど、今日は。ああ、そうなんです。じゃあラッキーで。そうですね。すいません。お飲み物はいかがですか。あ、さっき日本酒を頼みました。そうですか。はい、じゃあお飲み物いただきます。なんだかわかんないけどめっちゃうまいぞ。この小鉢類が本当に美味しかった。いや酒ばかり飲んでるようですが、ご飯もちゃんといただきましたよ。もずくガニの汁やしゃぶしゃぶ風も美味しかったです。こっちがそうか、まだ7時からなんだ。ご飯の前にお風呂をいただきました。ローマ仙人風呂は7時まで女性専用でした。レトロなタイル張りの小ぶりな浴槽。この時間はもう貸し切り。厚めのお湯を一人で満喫しました。岸楼には他に深し湯オランダ風呂がありますが、この日は空いてませんでした。歴史を感じるタイルですね。脱衣所の上に金太郎さん。夕食後に外を散歩。雨なのであまり長くは散策できませんでした。
本館の向かい側に共同浴場があり、遅くまで人が来ていました。明かりのついてない部屋が多いです。すべての部屋に明かりがついたらどんなに綺麗だろう。そんな日が来るんでしょうか。見てみたいものです。就寝前にお風呂に行っておきましょう。ローマ式千人風呂は直径約 5.5 メートルの円形の湯船が特徴です。湯船の中央にある柱からは源泉と湯温調節の水が供給され、湯温は適温に保たれています。ここには花咲じいさんがいらっしゃいました。前回足を突っ込んでやけどしそうになった野源の湯。朝7時半、朝ごはんも美味しくいただきました。今回もいい旅でした。皆さんの知っているいい温泉あったら教えてください。